日本のど真ん中あたりに位置する飛騨地方。その土地のなんと9割以上が森。そして冬になれば深い雪に閉ざされてしまう。普通に考えたらこういう厳しい環境って文化が育つのを邪魔しそうですよね。でもどうしてここから世界に誇るほどのものづくりの精神が生まれたんでしょうか。今回はその一見矛盾した関係の秘密をじっくりと紐解いていきたいと思います。まさに今回の核心をつく問いがこれです。豪雪と森林の地はいかにして世界水準の文化を鍛え上げたのか。普通、厳しい自然っていうのは文化の発展にとってはマイナスのはずなんです。でも、飛騨ではその制約こそが他にない強みを生み出すエネルギーになったんですね。雪と森が職人たちの魂をどうやって鍛え上げていったのか。さあ、この壮大な謎解きに一緒に挑んでいきましょう。ではセクション1、地理という名の火事場です。ここでは飛騨を特徴づける地理的な制約、これが単なる弱点じゃなくて、いかにしてあのユニークな文化を鍛え上げる火事場になったのか、そのメカニズムを見ていきます。飛騨の自然環境って本当に両極端なんですよね。3000メートル級の山々が壁になって、日本海からの湿った空気をがっちり受け止める。結果、世界でも有数の豪雪地帯になるわけです。当然平地はめちゃくちゃ少ない。だからお米で経済を成り立たせるのはもう最初から無理だったんですね。でも、その厳しい冬がもたらすものもあるんです。それは、ゆっくりじっくり育った木目が詰まった良質なヒノキやブナ。そして大量の雪解け水が天然のフィルターをくぐって生まれる軟水。これがまた驚くほどまろやかな日本酒のベースになったりする。飛騨の自然っていうのは試練と同時にとてつもない恵みも与えてくれる。そういう2つの顔を持っていたんです。さて、セクション2、職人の DNA、飛騨の匠。サブタイトルは、米ではなく技で税を納めた人々。このちょっと変わった税金のシステムこそが、飛騨のものづくり精神のまさに原点なんです。ただの職人集団というだけじゃなくて、国の制度として彼らの技術が評価されたという歴史。これが彼らの DNA に何を刻み込んだのか深く見ていきましょう。飛騨の匠制度。この仕組みがね、実によくできてるんです。当時の律令国家では税の基本はもちろん米でした。でも米がほとんど取れない飛騨にそれを求めるのは現実的じゃないですよね。一方で都では新しい都を建てたりお寺を建てたりと常にハイレベルな技術者が必要だった。そこで生まれたのが、じゃあ米の代わりに都に腕のいい大工を送ってくれという特例の措置だったんです。これって飛騨にとっては唯一の資源ともいえる人の技術を国が正式な価値として認めたっていう画期的な制度だったわけです。この制度、奈良時代から平安時代にかけて、なんと数百年も続いたんですよ。毎年100人くらい。トータルで数万人もの職人が都に送られて、東大寺の大仏殿みたいな国家的なビッグプロジェクトに参加したわけです。でも、本当に重要なのはここからなんです。彼らは都で当時の最先端の建築技術や道具、それから大陸から伝わったばかりの美意識を吸収するわけです。そして任期が終わるとその知識をいわばお土産として飛騨に持ち帰った。これって国レベルするサイクルがあったからこそ、飛騨全体の技術レベルが底上げされて、後の素晴らしい工芸文化につながっていくんです。セクション3、木、漆、そして継承。さて、その職人の DNA が具体的にどんな形になったのか、それを探っていきましょう。ここでは、匠の精神が宿る飛騨の代表的な工芸品と、その伝統が現代にどうつながっているのかを見ていきます。まずは、400年の歴史を持つ飛騨春慶です。この漆器の面白さは、その哲学にあるんですよ。普通の漆器って、色漆器で木を塗りつぶして、その上に豪華な装飾を施していく、いわば足し算の工芸ですよね。でも、春慶は全くの逆。主役はあくまでも木そのものなんです。透明な漆器は木がもともと持っている肝の美しさを最大限に引き出すための額縁に過ぎない。これは素材への深いリスペクトから生まれた究極の引き算の美学と言えるでしょうね。この美学は
2人のプロフェッショナルによる高度な分業で成り立っています。まず、木地師が土を塗った後の光の屈折まで頭に入れて、完成した時に木目が一番美しく輝くように木を削り出す。これ、未来を予測する紙決めみたいなもんです。次に主がその生地に命を吹き込むように透明な漆を塗り重ねていく。そして半径のすごいところは完成がゴールじゃないってことなんです。使えば使うほど漆の透明度が増して木目がよりくっきりと浮かび上がってくる。色も深い飴色へと育っていくんです。持ち主との時間の中で完成していくまさに生きた工芸品なんですね。さて、次は一位一答です。この工芸品はもう名前の由来からして特別なんです。素材の一位の木、これは昔、天皇が即位するときに持つ笏として献上されたそうなんです。その美しさから、木としては最高ランクの小一位という意を朝廷からたまったと。つまり、名前自体がこの木への絶対的なプライドの表れなんですよね。これが一位一答上の美しさの秘密です。一位の木って中心部分が赤褐色の赤型、そして外側が乳白色の白型っていう風に一本の木の中に2つの色が同居してるんです。職人さんはこの自然が作った色のコントラストをいわば設計図として使うわけです。例えば鷹の彫刻、力強い胴体は赤型で表現して、翼の先端のシャープな部分は白型で表現する。これをたった一本の木から彫り出す。色を一切塗らないからこそ、木そのものが持つ生命力がダイレクトに伝わってくるんですね。さて、時代はぐっと現代へ。飛騨の森の多くを占めている杉。たくさんあるのはいいんですが、木材としては柔らかくて傷つきやすい。だから丈夫さが求められる家具には向かないというのが業界の常識でした。つまり、地域に一番たくさんある資源が一番価値の高いプロダクトに使えないというジレンマがあったわけです。でも、ここで現代の飛騨の匠たちが動きます。地元の各メーカーが開発したのが杉材の圧縮技術。これは木材にものすごい熱と圧力をかけて水分を飛ばしながら細胞の隙間をぎゅーっと潰して組織を物理的に硬くする技術です。これによって杉の硬度がなんと広葉樹に負けないレベルまで高められたんです。制約をテクノロギーで乗り越えて地域の資源に新しい価値を生み出す、まさに飛騨の匠の DNA が現代の技術と見事に結びついた瞬間ですよね。セクション4、生きた工芸品としての社会。ここまでは目に見えるものの話をしてきました。でも飛騨のクラフトマンシップって木工品だけじゃないんです。目には見えない社会そのものを精密に作り上げることにも発揮されている。その精神がコミュニティという生きた工芸品をどう作り上げたのか見ていきましょう。その象徴が高山祭です。主役の屋台は飛騨の工芸技術のすべてを注ぎ込んだ動く陽明門とも呼ばれる芸術品です。でも本当にすごいのはその維持管理の仕方。普通これほどの文化財ってお役所が管理しますよね。でも高山の屋台は屋台組っていう町内会ベースの住民組織がお金集めから修理まで全部自分たちでやるんです。文化財を守るっていう共通の目的がコミュニティの結束を強くするための社会的な装置として機能している。これもまた見事なクラフトマンシップだと思いませんか？もう一つの世界遺産、白川郷です。この合掌造りのかき切り屋根、一回吹き替えるのにいくらかかると思いますか？だいたい2000万円って言われてるんです。これ一家族で払うなんて不可能ですよね。じゃあ、この村はどうやってこの美しい景観を守ってきたんでしょうか？その答えはお金じゃ買えない仕組みにありました。その答えが結です。これはお金じゃなくて労働力そのものを交換し合う伝統的な助け合いのシステムです。ある家の屋根を吹き替える日には村中の男たちが集まってたった1日で作業を終えてしまう。今日私があなたの家を手伝ったら今度私の家の番の時にはあなたが手伝ってくれる。労働が社会的な通貨として機能するものすごく洗練された社会デザインですよね。厳しい自然の中で生き抜くために必然的に生まれたこの仕組みこそ白川郷というコミュニティの最大の工芸品と言えるのかもしれません。セクション5、現代の課題を組む。この職人の DNA は決して過去の遺物じゃありません。
オーバートゥーリズムみたいな21世紀ならではの難しい問題に立ち向かうために今もちゃんと生きているんです。彼らが現代の課題をまるで木を組むようにどうやって解決しているのか、その事例を見ていきましょう。これはオーバーツーリズムに悩む白川郷が冬のライトアップイベントで導入した対策です。この表見てください。まるで精密機械の設計図みたいですよね。完全予約制で人の総量をコントロールして、時間帯で車を分けて一番混む場所をピンポイントで制御する。これってただの禁止事項のリストじゃないんです。人の流れという形のないものをまるで木材を加工するかのように緻密に分析して詰まっているところを解消していく。問題解決そのものを工芸として捉えるまさに巧み的なアプローチです。もう一つ、すごく現代的な例です。大ヒット映画君の名はの舞台になったことで、飛騨市図書館にファンが殺到しました。普通図書館って静かにするところだから、撮影は全面禁止ですよね。ルールですからダメですって断るのは簡単。でも彼らはそうしなかった。カウンターで許可を取るとか、他の人を映さないとか、そういう明確なルールを新たに設計してファンを歓迎したんです。その結果、混乱もなくみんなが共存できて、SNS を通じて飛騨の魅力が世界中に広まった。伝統とか前例に縛られずに、新しい状況に一番フィットする仕組みを組み上げる。これもまさに匠の発想ですよね。さあ、最後のセクションです。受け継がれる遺産。ここまで見てきたように、建築から工芸、社会の仕組み、そして現代の問題解決まで、飛騨のあらゆる文化は、制約を想像力に変えるっていうものづくりの精神で一貫しているんですね。これが今回のまとめになります。飛騨の物語っていうのは結局制約を強みに変える力についての普遍的な教えなんだと思うんです。厳しい地理的条件という根が匠の技術という幹を育て、工芸や社会という枝葉を広げていく。そして現代の課題を解決するという果実を実らせる。すべてがつながった見事な生態系、エコシステムなんですね。最後に、この問いを皆さんに投げかけたいと思います。飛騨の話は単なる一つの地域歴史じゃありません。これは僕たちの仕事や生活にも応用できる考え方のフレームワークなんです。私たちの世界にある制約のうち、最大の強みへと転換できるものは何だろうか。その答えを探すこと自体が、未来を自分の手で作り上げていく。まさにクラフトするということの第一歩なのかもしれません。今回の分析がそのためのヒントになれば嬉しいです。